ボールスタジオへようこそ。メカニックのタスクと申します。今回は HG144 分の1ディランザウェール専用機を作っていきます。模型ライト支援砲撃。ランナーは全部で5枚。ビームパチルザンとビームトーチの大きなクリアパーツが付属。あとはシールが1枚。サクサクっと素組みの完成です。よく再現されていますが、重厚感が薄い印象をしていて、劇中のギラついた感じがもっと欲しいと思いました。ビームパチルザンはしっかり両手で構えることが可能。右スパイクシールド裏側にはビームライフル、左にはビームトーチが格納されていて、羽飾りがある割には合理的な機体のようです。回収ポイントは足全体を前後に分割する巨大な合わせ目、腰側面、肩アーマー側面、シールドマウント上部、ビームライフルの合わせ目消し、リアアーマー、フロントアーマー裏側、足首、膝関節、膝アーマー裏側、肩アーマーのシールド接続部、パチルザンの絵、アンテナ、裏側の肉にくい目、アンテナのシャープ化、胸部バルカンの彫り直し、スパイクシールド全体の回収を行っていきます。まずは合わせ目消し。ここまで盛大なのは久しぶりです。合わせ目に重なっているスラスターはニッパーでカット。後で市販パーツを移植するので台座を残しておきます。このレベルの前後分割はピンの微妙なズレや接着面の歪みで綺麗に消えないことがあるので、ピンは全部カットして板に貼った広い面のヤスリで接着面全体を平らにします。あとは流し込み接着剤を大量に均一に流し込んで、ズレがないか確認しながらしっかりと押し付けて接着します。しっかりと乾燥させたら、まずははみ出ている部分を丁寧に削ぎ落としていきます。次に目立てヤスリでラインが通っている部分を彫り込んでいきます。接着面はパーツ本体と硬さが異なるので、このようなヤスリで一直線に彫り込むことで綺麗なラインを出すことができます。あとはスポンジヤスリの240番をかけていきます。届きにくい部分はラインを彫り直して小さく切った240番のスポンジヤスリをピンセットで挟んで押し付けながらヤスリ掛けをしていきます。面が小さく目詰まりしやすいので水を含ませて水研ぎで仕上げました。市販のスラスターパーツを後付けしていきます。金属ヤスリで表面を整えたら流し込み接着剤で接着。台座とスラスターの隙間は瞬間カラーパテを使って埋めていきます。爪楊枝で隙間を埋め込んだら硬化スプレーを吹きつけます。固まったらデザインナイフで削っていきます。硬いので地道に少しずつ削ります。あとは240番のスポンジヤスリで整えて、400番を貼った板ヤスリできっちり面を出していきます。無事に合わせ目消し完了です。次にスパイクシールドの回収をしていきます。下に伸びている走行の幅を測って 1mm のプラ板を 1cm 幅にカット。さらに 2cm ごとにカットして先端に貼り付けていきます。少し曲げて癖をつけたら試合セメントを両面にたっぷりつけて接着します。硬化するのを待っている間に走行部分の出っ張りに沿って溝を深く掘り込んでいきます。 0.1mm、0.15mm と徐々に太くしてシールドの分割ラインを作ります。円形の溝はス
スピンモールド 2.5mm で掘り出し、さらに中心部を 1mm で掘り直しました。しっかり接着したので、まずは着色している部分を斜めに削ぎ落とします。側面の隙間は瞬間カラーパテで少しずつ硬化させながら何回かに分けて盛り付けます。あとはデザインナイフで丁寧に削り出し、ヤスリで整えて、スパイクシールドの回収完了です。エポキシパテを使って肉抜きを埋めていきます。色が均一になるまで混ぜて、小さく切ってしっかり埋まるように押し込みながら詰めていきます。さらに少し多めに盛り付けて、硬化したらデコボコをデザインナイフで切り落とし、金属ヤスリで整えます。あとは400番の板ヤスリをかけて完了です。アンテナをシャープ化していきます。まずはフラッグをパチパチとカット。さらに上部も後ろから斜めにカットしていきます。裏側を中心にデザインナイフを立ててカンナ掛けをします。400番の板ヤスリで全体を整えてモールドを彫り込んだらシャープ化完了です。バックパックのフィンも同じ感じでシャープ化しました。胸部のビームバルカンはドリルで穴開け、各部スラスターとバーニアはスピンモールドで彫り直しました。当て埋めしたアーマーの表面をプラ板で作り込んだのですが、動画が長くなったのでダイジェストでお届けします。あと膝アーマーの裏側はプラ板を貼って対応しました。各部のモールドを彫り直していきます。タガネで端から端まで優しく丁寧に彫り込みます。あくまで墨をきれいに入れたい部分を彫り込みます。次に製面処理です。平らな板に貼った400番の紙ヤスリで丁寧にヤスリがけをします。直線的なパーツを中心に引けを消しながらきちっとした平面になるように仕上げます。あとは電動ツールで表面処理をしていきます。番手は600番。面に沿ってかけることで全体がシャープな仕上がりになります。加工中ついた細かい傷もここできれいに消していきます。塗装の下準備をしていきます。まずはパーツを中性洗剤と超音波洗浄機を使って削りカスを落としていきます。パーツが乾燥したらエアブラシでサーフェイサーを拭くために持ち手にパーツをつけていきます。基本は1200番のグレーサフ。垂れない程度にしっかり均一に拭いていきます。発色を良くするために黄色の後部センサーパーツにはイエローサフを吹きました。フォント層に入ります。全体的にサイドを少し落として重厚感を出してみました。
羽飾りは先にグレーを拭いて、その後白でグラデーション塗装をして立体感を出しています。まずはセンサー部分のメタリックグリーンを筆塗り、次にエナメルのチタンシルバーでバルカンの砲塔などを塗り分け、さらにエナメルブラックでダクト等の黒い部分を塗っていきます。墨入れは定番のタミヤの墨入れ塗料を使います。今回はすべてブラックで墨入れ、墨が乾いたら模型用の綿棒にエナメル溶剤を染み込ませてはみ出し部分を拭き取っていきます。市販のコーションデカールでドレスアップしていきます。水につけてパーツにデカールのりをつけてデカールを台紙からスライド、位置を調整しながら綿棒で水分とのりを吸い取って貼り付けます。残るはトップコートです。持ち手に固定してしっかりホコリを払ったら、半光沢のトップコートを吹き付けていきます。垂れない程度にたっぷり吹き付けます。ビームエフェクトパーツには光沢のトップコートを吹き付けました。半日乾かしたので、いよいよ組み立てです。完成までしばらくお待ちください。お待たせしました。 HG ディランザグエル専用機の完成です。
最後までご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録と高評価をお願いします。あと、グエル最高だぜでコメントをお待ちしています。ボルスタでは全塗装でサクサクと制作する模様をお届けしています。未熟なところもあると思いますが、皆さんの制作モチベーションが上がってくれたら最高です。最近水星の魔女が楽しみすぎて1週間が長いのはタスクだけでしょうか。ではでは。